先日ニューヨークの方でコラボレーションを野菜を中心にやられているレストランとさせていただいたんですけれども、やっぱり自分の中で感じているハードルだったりとか壁だったりとか、そういったところを彼らも同じように悩んでいて、その中ででもサステイナブルの重要性を前に打ち出していくっていう姿っていうのはやっぱりとても刺激になりました。皆さんでも手にしやすい食材にいかに僕の手を通して付加価値をつけていくか、そういったところを特に重要視しています。父の方がフランス料理店を経営しておりましたので、調理場が遊び場だったこともあり、料理人を自然と志すようになりました。僕は東京にありますフランス料理店フロリレージュの川手博康です。昔はやっぱりフランス料理イコールお肉だったと思うんですけれども、食材についてももう本当に特別な食材だけではなく、むしろ皆さんにでも手に入るような野菜に関して特に付加価値をつけていければ、またバランスも取れたサスティナブルな活動につながっていくんじゃないかなと僕は思ってます。やっぱりサスティナビリティだからこそ生み出せるものが必要なんですね。イートロンスポーツバッグもサスティナビリティだからこそ細部にまでこだわっている、そういう考え方と一致しているところがあるんじゃないかなと僕は思っています。例えば僕の料理で言えばちょっとずつモデルチェンジしていくんですね。やっぱり少しずつでも進化していく。イートロンスポーツバッグも例えばサイドミラーもバーチャルサイドミラーになっていたりだったりとか、少しずつ進化していくことこそ僕はイノベーションなんじゃないかなと思っています。かぼちゃの方は塩釜でしっかりと旨味と甘みを引き出しています。麹のソースとヨーグルト、乳醤、そういったものでソースを作っています。なので発酵性のものとかぼちゃ、なかなか日本でありそうでなかった、そういう組み合わせで新しい価値観を作り上げています。自分は東京生まれ東京育ちの料理人なんですけれども、やっぱり東京にもたくさんの素晴らしいシェフたちがいて、そのシェフたちが取り組むべきことっていうのはまた地方とはまた違うような活動ができるんじゃないかなと思っています。その中でレストランを作り料理を作っていくっていうことが僕の中では大切だと思っています。サステイナブルについて興味はあるけれども、どういった活動をしていらいいのかなかなか分かりづらいところがあると思うんですけれども、まずは興味を持ち知ってもらうということがすごく大事だと思っています。そういった方たちが小さな一歩かもしれないですけれども、たくさんの人になってくるとすごく大きなインパクトになってくると僕は思っています。アウディさんも新しい取り組みをする時っていろいろとハードルがあると思うんですよね。そういったものはハードルがあるにもかかわらず乗り越えていこうという姿っていうのは、やっぱり僕たち料理人にとっても同じようにみんなが揃って同じ方向性を向くことによって乗り越えていけたらいいんじゃないかなと思っています。